こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は新幹線のお話をします。皆さん新幹線に乗ったことがありますか？私はもちろんあるんですけど、そんなにたくさん乗ったことがないんですね。だから乗るときにとても嬉しいんです。もう本当外国の皆さんと同じ気持ちだと思います。もうやった新幹線だ新幹線だってね。そう嬉しい嬉しいなんですけど、今日はその新幹線で、失敗を私しました。新幹線で失敗って何ですかね。そのお話を今日したいと思いますので、ぜひ聞いてください。いや新幹線って綺麗ですよね。もうね、見るだけでもドキドキワクワクしてしまいます、私。もう嬉しい。じゃあどんな失敗か後で話します。では先に、JLPT の勉強してる人ね、頑張ってください。そろそろ試験ですね。勉強うまくいってますか？ちょっと困ってますって人、私の YouTube でたくさん勉強できますよ。ぜひ見てください。YouTube だったら無料でたくさん見られます。読解で困ってる人も私の YouTube のチャンネルの中にたくさん読解練習する、ビデオがありますから、ぜひ見て勉強してください。あとは語彙とか文法とか、あと漢字もあります。N1、N2 のものが多いです。N3 もちょっと作ってますので、よかったら見てください。そして、JLPT 受ける人、N1、N2、N3 の人、みんな読解で大切なこと、ぜひこの2つのビデオ見てみてください。YouTube で見られます。合格する？どうしたら合格できる？という話してます。そして、YouTube では全部のことを教えられないので、もっともっと深く詳しくは私のオンラインレッスンの中でお話ししています。それはビデオレッスンです。だから皆さんが好きな時に見られます。申し込みをしたら好きな時に見られます。そういうものがあります。それが例えば読解、JLPT 読解、リーディングの N2の中文とか長い問題とか N1 もあります。ぜひこれ、見てほしいです。毎年このビデオを見てたくさんの人が JLPT に合格しています。ぜひあなたの勉強に役に立つはずです。ぜひぜひ、申し込んで見てみてください。申し込み方、そのリンクは今日のコメントのところに日本語クラスオンラインレッスンと書いてあります。そこに、リンクが書いてあります。そこから詳しく見てください。そこから申し込みしてください。あとは、私と話しながら勉強することもできます。プライベートレッスンがまずあります。これは Zoom のアプリを使って私と一緒に勉強できます。これプライベートレッスンは学生さん1人と私1人です。だからあなたの質問、知りたいこと、何でもすぐに私に聞くことができます。これもJLPT のリーディング、読解勉強している人もいます。会話の練習とか EJU とかやってる人います。これはですね、N5 から N1 レベルまでどんな人でも教えます。この EJU っていうのは日本の大学に入るためのテストです。難しいんですね、これね。これも勉強してる人います。よかったらどうぞ私教えられますので、申し込んでください。会話練習をしてるコースもあります。こっちはグループレッスンです。Zoom を使って私と、グループのみんなで一緒に会話の練習をしましょう。あとビジネス日本語もあります。ビジネス日本語もグループレッスンです。こちらは、日曜日に勉強しています。ぜひぜひ一緒に勉強して、友達もぜひ作ってください。楽しいクラスです。
詳しくは全部私のオンラインレッスンのリンクから見てください。今日のコメントにリンクが書いてあります。そこから申し込む、はい、お金を払うですね、はい、してください。待ってます。あとは Twitter もしてますので、ぜひフォローしてください。いろんな情報を出しています。では、今日の新幹線のお話です。新幹線で私が失敗した話をします。はい。まずこの写真の新幹線、はい。これはですね、場所は京都です。京都。はい。私は東京から京都に行って、京都を観光して京都をねいろいろ見て、で帰る時、また京都から東京に帰る時に失敗をしたんですね。はい。違う新幹線に乗ったとかじゃなくて、はい、それはしなかったんですけど、えっ、とできるだけ長くちょっと京都にいたかったので、結構遅くまで京都にいたんですね、街にね。そうで、一番最後よりもうちょっと前の、何本か前の一番最後の電車じゃなくて、それだと心配だからもうちょっと前の電車に乗って帰れば大丈夫って思ってたんですね。そうそう。で、そう思って晩ご飯を京都で食べて、で電車で京都駅に着いて、でもまだ時間あるなと思って、でお土産を見てました。はい、やっぱり京都ね、お土産がいっぱいいろいろありますね。そうそう見てたんですけど、楽しくなっちゃいまして、お土産見るのがね。これもいいな、あれもいいななんて見てたら、ちょっとずつ時間が遅くなっちゃいまして、でも大丈夫。私の新幹線のチケットは何時って決まってないから、好きなのに乗ろうって思って、大丈夫って思って買い物をしてたんですけど、そしたらレジ買うところで人がたくさん並んでるんですね。あらと思って、結構いるね人と思って、これは考えてなかったなーっていうのが、ちょっとそこが私バカなんですけど、そうなんですよ。あれここで結構時間かかるみたいだなーって思って、新幹線乗ろうと思ってるんだけど、あれ乗れるのかなと思って、でもまだ最後の新幹線じゃないから大丈夫と思っていて、なんとかレジでお金を払って、終わって、駅のホームに上がって、よしじゃあ新幹線に乗る準備がもうできたぞって思ったらですね、乗ろうと思っていた新幹線はもう行ってしまっていて、悲しいというか、ちょっと予定してない予定外、こんな計画ではなかったんだけど、最後のその日の一番最後の新幹線に乗らなければいけないということになりました。はい。だから大丈夫、まだある、新幹線はなんとかありましたからまだいいですけど、そうそれが、9時30分ぐらいだったんですね、だいたい。9時30分で、本当は9時でもね、9時30分が最後なんだけど、9時1分とか9時10分とか9時20分とかで、まだ4本ぐらいあったんです、新幹線がね。9時の中でもね、結構新幹線って来るな、なんだ大丈夫じゃないって思ったんですけど、いやまさかね、一番最後の新幹線になっちゃいまして、でそっかって思ってこう待ってたら、向かい側の反対側の新幹線来たんですね。だからそれを撮ったのが今のこの写真です。この綺麗なこの長い花の
顔の長い新幹線見て、もう私嬉しくなっちゃって、もうかっこいいと思って、もう写真をカシャカシャカシャってもう何枚も撮って、うわいいなと思ってね、これ向かい側の私乗る新幹線じゃないですか、私待ってますからホームでね、反対に行く新幹線、うわーっつって、長いな、かっこいいな、これにこういうのに乗って私は帰るんだなと思って、もう嬉しいなと思って、いやいやいいな、京都の旅行も楽しかったし嬉しいなって思ってたら、9時30分に来るはずが、ピンポンパンポン、こちらの新幹線はただいま5分遅れておりますっていう、アナウンスが流れて、新幹線遅れるんだと思って、へえと思って。でもやっぱりね、最後の新幹線ってやっぱりみんな乗せなければいけないから遅れてくる人とか私みたいに「ちょっと待ってください」みたいな人、みんな乗せなきゃいけないかったりするし、なんかあるんでしょうね、理由がね。なんかちょっと遅れるんですね。京都に来るのも新幹線5分ぐらい遅れまして、来たと思って、9時30分の予定が、9時35分ぐらいに来て、よかったと思ったんですけど、もうね、この待ってる時にもう人が結構来て、乗る人結構いるんだと思って、9時半で一番最後の新幹線で東京に行く人いるんだと思って、私は旅行客ですけど、他の人は大体日本人だったんですけど、なんかもう荷物全然持ってないんですね。スマートフォンとカバンみたいな、これ多分仕事の人と思って、で、そっか、みんな仕事で新幹線乗るんだなと思って、お疲れ様ですって思って、そしたら新幹線ピューンって来て、よかった、よっしゃ乗れる、これに乗れるとか言って思って、嬉しいって思って、入ったらですね、ピシッってドア開きますよね。ピシッってドア開いて、入ったら、もう入ったとこにもう日本人の男の人たちが4人ぐらい、椅子じゃなくて入ったとこのすぐのとこに座ってるんですね。あれと思って、どうしてこの人たち椅子に座ってないの、どうしてと思って、そしたらもうすぐ私の後ろにいたその男の人、多分仕事の人が今日は混んでるなーって言ったんですね。今日はちょっと無理だなって言うから、私がすぐこれって混んでるんですかって声をかけて、そしたらそうですね、今日はね、もうこれ今日最後の新幹線だからね、多分中もいっぱいだよって言って。そうなんですよ。私が乗った新幹線、私のチケットは席を予約してないんですね。だから安いんです、ちょっと。席決まってないから自由席、席があったら座ってくださいっていう自由席なんですね。自分で席決めてる指定席って言いますね、予約するあれじゃないんですね。だからその自由に座ってくださいっていうところしか入れないんです、私はね。そう席決まってる人はまた違うとこに、違う車両っていうんですか、違うとこに行かなきゃいけないんですけど、私は安いチケットしか持ってない人のところに乗らなければいけないんですね。でそう入ったら、もうおじさんたちが座ってる4人ぐらい、もう床に座ってる。でなんかビール飲んでるんですね。その人たちは仕事で多分乗ってるんですね。旅行じゃないです。で、あれと思って、その新幹線乗ってからもうすぐね、席の方入りますよね、私も。どうしよう。座れないのかもしれない。私もいっぱいお土産買ってるんですね。荷物重たいんです。だけど、あれと思ったら、もう中席はこうでした、写真どうぞ、はーいはーいはーい
ごめんなさい、私写真撮ってしまいました。はい。皆さん背中を向いてるから多分いいかなと思うんですけど、見てください。席ありますか？私座れるところありますか？ないですね。ないんです。ないんです。一つもないんです。もうみんな座ってるんです。そして私の前に立ってる男の人、前に立ってる男の人とか、この人も、この前にいる女の人とかも、席がないんです。だから立ってるんです。そうなんです。私はもうここに立ってるんです。この人の後ろに立って写真を撮ってるんです。そうなんですよ。最後の電車、最後の新幹線に乗ってしまったので、もうとても混んでる。すごい。私こんな新幹線乗ったことがない。悲しい。座りたい。座れない新幹線初めて、私。もうね、何ですか本当に。もうこれ入ってすぐなんですよ。私が新幹線入ったらすぐ。でもなんかここでこっちあったんですね、多分席がね。でここ荷物乗せてるんです、この人。でここで座るんだと思います。でその後はどうなった？こうなった。はい、見てください。やっぱりこの人も席がないから立ったままスマートフォンを見ています。でその前の人見えないですけど、何人も立ってますよね。はい、立ってるんですね。こっちのね、こっちの人たちほとんど座れてないですよ。みんな立ったまま。はい。そうなんです。だからもう私はもうこの前にも行けないし、もうこの後ろドアだから、ね、こっちの後ろの方にはおじさんたちが座ってビール飲んでるんです。日本人の人が。そうなんです。だから私、あのー新幹線乗るまではすごい嬉しかったのに、やった新幹線に乗れると思って、やった久しぶりだな、早いよね新幹線って嬉しいって思ってたんですけど、乗ったらもうこんな状態なので、もうドーンってもう何これって、これいつものもういつものなんかもう東京で乗ってる電車と同じじゃないと思って、東京の電車もっと人がたくさん立ってますけど、なんで新幹線で立たなければいけないのと思って、もうすっごくショック、でした。で京都でしょ。だってすごく速く走るじゃないですか。でね、私さっき調べたんですけど、新幹線ってこの私が乗った新幹線はすごく速くて、一番速くて、1時間に285キロの速さを出すんですね。シューンってシューンって走る、スンスンって走る、すっごい速い。自動車より全然速いです。車より全然速いですよ。そんな速い新幹線に乗ってる時、私立ってるっていう。だからね、やっぱりちょっと揺れるんですね。ちょっとおおって地震みたいな、おおって。だからもう私はもうその時に、よしもう気持ちを変えよう、マインドチェンジと思って、もういい、もう運動、ここは運動だ、京都でいろいろ食べたしここで運動しよう、夜運動だと思って、まだ9時半だし、よし運動と思って頑張って立って、よしよしいいぞって思ってたんですね。で東京まで、京都から東京までどのくらいかかるか知ってますか？2時間。はい。早いですよ。それでも東京と京都2時間で行けるってすっごい早いんですけど、だって私が子供の時は3時間とかかかりましたよ。早いと思うとかすごいと思うんですけど、でも立ってます、私立ってるんです。2時間経ってんのかと思って、私ね、大変だ、頑張ろうと思って、荷物持ってるし、旅行客のトランクみたいなやつですね。こういうやつ持ってました、私。そうで、あとお土産でしょ。さっき京都駅でいっぱい買ってしまったお土産持ってるでしょ。であとはなんか電車で食べようと思っていたおにぎり、
食べようと思ったのにもう立ったままだから食べれないからもう我慢、もうジュースだけ飲んで我慢。と思って、こんな最後の新幹線に乗るからいけないんだなって思って、もう2時間頑張ろうって思ってました。ですが、これが一個もう本当に大きな失敗。なんでこの一番最後の新幹線に乗ってしまったんだろうと。最後ね、大失敗です。だけど、その後私いいことがありました。京都の次の駅は名古屋駅なんですね。35分私は立ったまま運動してました。もう運動ですよ、本当に。もうヨガじゃないですけど、まっすぐ立つみたいなね。そう、どこにも触らないでまっすぐ立つ、倒れないでみたいな、そんなゲームみたいに一人で運動と思ってやってて、35分頑張ってたら名古屋駅着いたね。そしたら名古屋駅着いたらもうたくさんの人が降りてくれたんですね、新幹線から。おーと思って、結構降りました本当。皆さん名古屋の人ですかと思って、こんにちはと思ったけど、おやすみなさいと思ったら皆さん出てって、そうね、30% ぐらい減りましたよ。この中で座ってる人かなり減りました。うわよかったと思って、もちろん私は席に着いた。はい、席を取った。はい、そうなんです。だから35分間はずっと立ってました。このすっごい速い新幹線の中、私は立っていた、285キロ、シュンという速い、一番速くてその速さですけど、でも200キロは出てると思います。いつもね、そんな速い乗り物で私は35分ずっと立ってたんですけど、その後は座ることができて、名古屋から東京まで、1時間40分、はい座れました。すごい嬉しかった。すごい嬉しかった本当に。でももラッキー、もう座れないと思ってたので、もう嬉しいと思って、そうよかったと思って、もう荷物置いて、でその後トイレに行って、新幹線のトイレもちょっとトイレはそんなに綺麗ではない、汚くないけど、トイレね、手を洗うところとかあるので、そこで手を洗って、で席に戻って、でさっき買ったおにぎりを食べました。嬉しかった。はい。また旅行の気分になって嬉しいと思って。はい。そうなんです。だから、おにぎりも食べて、私は無事東京に着きました。そう、よかったですよ。なんとか最後はね。そうなんです。だからね、皆さんね、私と同じ失敗しないでください。私はバカです。やっぱり一番最後の新幹線、その日の最後の新幹線、終電と言います。終電、終わりの電車の電ですね。終わる電ってか、終わる電車って書くんですけど、それはね、乗らない方がいいです。そりゃそうですよね。当たり前ですよね。そう、いっぱいです。人がいっぱい。もう新幹線じゃないです。それはもうなんかいつもあなたが乗ってるいつもの電車とあんまり変わらないからやめた方がいい。はい。という私の失敗でした。だから私また新幹線乗るときは最後の新幹線乗らないようにしたいなって思ってます。はい。ですので、皆さん新幹線はとにかく楽しいです。乗るだけで楽しいので、ぜひチャンスがあったらぜひ乗ってほしいです。はい。いいですよね。楽しいですよね。そう。ただ私今回ね、新幹線耳は痛くならなかった。私よく耳痛くなるんですね。早い乗り物乗ると。耳ちょっと痛いってなるんですけど大丈夫でした。そう。だから皆さん東京から京都へ、新幹線乗る人、ぜひおすすめです。乗ってください。乗るだけでやっぱりなんか楽しい。なんかいい気分になります。新幹線っていいですよね。見るだけじゃなくて乗った方がいい。と思います。ということで、ぜひ新幹線だけじゃなくて、皆さん私と勉強したい人、あと JLPT 合格したい人、ね、ぜひ私のオンラインレッスンに来てください。ビデオレッスンがいっぱいあります。はい、ビデオレッスンはあなたの好きな時に見ることができますから、便利です。はい、ぜひ、この今日の
今日のコメント、YouTube のコメントのとこに、リンク書いてありますから、そこから、オンラインレッスンについていろいろ見てください。詳しく見てください。そしてそこから申し込みをしてください。待ってます。はい、一緒にぜひ勉強しましょう。そして私の、Twitter もありますので、ぜひ、フォローしてください。お願いします。